はいどうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、2024年版 ASA 生物34種対応汎用型ヒトマストラップのご紹介です。先日、パイロメインのトラップご紹介させていただきまして、あれこれ万能トラップになるんじゃねと思ってカスタマイズして作ってみました。アークサバイバルアセンディット発売されまして、初期にヒトマストラップご紹介させていただいたんですが、AI が強化されまして、なかなか使いづらくなっております。今回はそちらの進化系として、汎用型のヒトマストラップとしてご紹介させていただきます。正確には生物のサイズによって1マスと 1.5 マスのものがあるんですが、基本的にクォーター壁で伸ばしただけで作り方は同じものになっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。対応生物、だいたい半分ずつぐらいなんですが、それぞれの対応に関しては作成時にご紹介しておりますので、ご確認いただければと思います。生物によっては少しカスタマイズした方がやりやすいものもあるんですが、今回汎用型を重視してこの形でご紹介させていただきます。こちらのトラップ、先日実装されました新生物、ケラトサウルスにも対応しておりまして、こちらは特殊テームになっているので、動画の最後に実践踏まえてご紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではまず、ヒトマストラップについて、対応生物はこちら。後ろのカッコレアって書いているのは、レアフラワーを使って誘導するタイプの生物です。2ドアって書いているのは、一つの回転扉だと抜けてしまう生物になりまして、そこに関しては左右両方に回転扉をつけて閉じるということになります。後ほど実践の方でご紹介しますので、ご確認いただければと思います。必要素材はこちら。まずは柱が2本、天井が1つ、壁が4つ、もしくは2枚扉の場合は5つ必要となります。では実際作っていきますね。作成はシンプルになっておりまして、柱を普通に立てます。高さはそのまま初期の高さで大丈夫です。そして上に1つ。生物によってはこの高さ調整していただいた方が誘導しやすくなる場合があります。次に天井。これをパイロメインの時は手前につけてたんですが、奥に角につけます。そして壁を扉枠に切り替えていただいて、この字に貼ります。そして入り口の部分、柱と反対側に回転扉をつけます。以上です。2枚扉の場合は、さらにこちらの柱側にも壁をつけていただくということになります。これで誘導して扉を閉じるというものになってます。このスペースが通れるか通れないかで変わってきます。手前に柱があるのは、柱が手前にないと抜けれる生物が増えてしまいますので、この状態であればかなり抜けれない生物が増えます。片側を壁にしていることによって誘導をこのように誘導していただくと壁に引っかかってこの中に入ってきてくれますので、かなり誘導がしやすい作りになっています。生物によっては完全に抜けてしまうと回り込んでしまう生物もいるので、ここに関しては極力
引きつけて、こう抜けるという形をとっていただければ、一回はまれば開けるまでに引っかかって出てこれなくなりますので、ご活用いただければと思います。ではですね、すべてではないんですが、いくつか実践を試してみようと思います。ケラトサウルスに関しては、別途特殊テーマの説明もあるので、動画の最後にお送りいたしますので、そちらをご確認いただければと思います。まずは、アルゲンタビス。このまま誘導していただいて、こっちに抜けます。すると、開けていただくと。これで抜けることができませんので、麻酔矢を打ち込むということになります。今回の1マストラップはアルゲンも対応しております。続いて、ドエリディクルス君。これも麻酔矢打ち込みながら誘導していただいて、装飾は結構誘導難しいんですが、打ち込みながら誘導していただいて、閉めるということになります。入り口ぐらいで一旦ヘイト切れると、なぜか普通に中に入ってきてくれますので、そのまま誘導して閉じるというのがやりやすいかと思います。続いて、バリオニクス君。こちらは2枚扉になるので、まっすぐ誘導していただいて、入ると、そのままこちらを閉じると。こっちも閉じると。バリオニクス君、スリムなので、1枚だと少しスペース的に抜けてしまいますので、これで捉えることができます。バリオニクス君も結構初期で捕まえたい生物になりますので、ご活用いただければと思います。続いて 1.5 マスタイプ。対応生物はこちら。先ほどと同じく、カッコレアがレアフラワーのタイプ。2枚と書いているのが2枚扉のタイプとなります。必要素材はこちら。基本的には一緒なんですが、柱が2本、天井が1枚、壁が4枚、クォーター天井が1枚。壁に関しては2枚扉の場合は5枚となります。では実際作っていきます。基本的には1マスのものと同じなんですが、1つ目の柱を一番上の高さで置いていただきます。これは基本的に大きい生物が多いので、高さが初期の高さのままだと頭がつっかえて抜けてしまう場合があるので、一番上に置きます。少し高すぎて抜けてしまう生物がいるようであれば、柱の高さを落としていただければと思います。基本的にはこの高さでいけるはずです。そして奥に天井、クォーター壁をここに貼ります。奥でもどちらでもいいです。そして壁を扉枠に変えて、この字に貼ります。そして入り口の片側、柱じゃない方に回転扉を貼る。以上です。単純にクォーター壁を1枚付け足しただけです。では、すべてではないんですが、一部やっていきます。まずは必須生物、アンキロサウルス君。装飾は少しヘイトが切れやすいので、打ち込みながら誘導していただいて、このまま中まで入ったら閉めると。これでアンキロ君もうこっち側にも抜けることができませんので、あとは打ち込んで眠らせるということになります。続いてメガテリウム君。彼はですね、結構警戒心が強いのか、うまく罠に入ってくれない場合が多いんですが、ここは難なく入ってくれるので、あとは開けると。これで抜けることはできませんので、あとは眠らせるだけとなります。続いてヘリジノサウルス君なんですが、これも必須生物なんですが、スレンダーなので
扉1枚だと抜けてしまいますので、2枚設置でいきます。ヘリジノ君も結構誘導難しいんですが、これ普通に走り抜けていただくと入ってきますので、あとは攻撃食らわないように扉を2枚閉める。これで抜けることはできませんので、あとは眠らせるだけとなります。ヘリジノ君は昏睡減るの早いので、昏睡管理の方が難しいです。では最後にテラトサウルス君の実演となります。テラトサウルス君は特殊テイムになっておりまして、こちらのヘモゴブリンカクテル。これをテラトサウルス君のトゲと麻酔薬で作ります。野生生物を倒すと、このようにテラトサウルスの毒トゲというものを出します。テラトサウルスの毒トゲ10個、血液パックを15個、麻酔薬10個でヘモゴブリンカクテルを作ります。これを10個から20個ぐらいは高レベル狙うんであれば貯めといていただければと思います。このヘモゴブリンカクテルを自分のペットに与えてテラトサウルス君の吸血攻撃を受けてテラトサウルス君に吸血してもらうということになります。この吸血が 100% に達すれば餌が渡せまして、特級キブルなどを与えて、テイムゲージを上げていくという手段になります。結構手間なんですが、今回のこのトラップ使っていただくと、テラトサウルス君1マスに捉えておいて、自由にペットの入れ替えもできますし、そのまま攻撃を受けることも可能になっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。少し注意点もありますので、実際にやりながらご紹介していきます。このようにテラトサウルス君。誘導していただくと普通に入ってきますので、中に入ったら扉を閉める。これで捉えることができます。ここからですね、ペットを用意することになるんですが、基本的には耐久力が高い生物がいいです。いろいろアンケートもさせていただきまして、ちょっと短い期間だったんで、あまり情報は集まっていないですが、通常のおすすめとしてはですね、毒エレメンタルであったり、ブロントサウルスであったり、大きい体力を持っている生物、あとステゴサウルスとかがおすすめされていると思うんですけども、現状、ポットが自由に使えない分、拠点から遠い場所だった場合に連れていく必要があります。そこを考えた上で、アルゲンで運べる生物がいいかなと思いまして、今回おすすめとして2点ご用意しております。1点がダイオードム。これはアルゲンで運ぶことができますし、自己回復も可能ではありますので、ご活用いただければと思います。もう一体、今回新たに実装されたパイロメイン。こちらも耐久力があって、さらに回復能力もありますので、今回はこのようにパイロメインを使っていこうかと思います。パイロメインだと自動回復能力も高いですし、たまに攻撃与えて骨を吸収していれば、ちょっとずつ体力回復もできますので、自己回復能力の高さと肩乗り生物にできる分、運搬が楽です。パイロメイン、肩に乗せて、もう一体乗ってくれば、このように2匹準備することが気軽にできます。さらに、このようにオス、メス揃えておけば、メイトブーストもかかりますので、1体肩乗せにして、1体持っておけば、普通にメイトブーストの防御力を持ったまま攻撃を受け続けることができます。あとは、この状態でヘモゴブリンカクテルを食べさせると、右上にゲージが出ますので、180秒間、ピンクのオーラが出ます。この状態だと、吸血攻撃食らって、吸血のゲージを貯めていくことができます。ゲージを貯めれば、特級キブルを右スロットに設置して手渡しするということになります。これは特級キブル以外でも肉食でゲームできるんですが、
結構回数が必要になってしまうので、高レベルに関しては特級キブル準備してからテイムしていただく方が楽です。ゲージ貯めるのが大変なので、では実際やっていきます。このまま近づいていただくと左上に毒膜が出ます。これを貯めていただいて攻撃を食らっていくということになります。たまに炎攻撃を吸収して貯めていくということですね。ただ間隔が空くと攻撃のゲージがリセットされてしまいますので、ヘイトを必ず受けたまましていただくのと、炎攻撃クールタイムがあるので、炎吸収使うときはクールタイムちゃんと終わってるのを確認してから炎攻撃しないと無駄にダメージを与えてしまうということになります。普通の攻撃は意味ないので、角の攻撃か回転攻撃を食らわないとドリンクが回復しません。ご注意いただく必要があります。タイマー減ってきたらもう一度カクテルを使って間が空かないようにドレインされるようにしていくということになります。あまり離れすぎるとヘイトが切れてしまってですね、攻撃してこなくなってしまいますので、極力攻撃受けれるようにしていただければと思います。ステゴサウルスとかちょっと小回り効かないものでやった場合、攻撃距離に移動するのが結構大変だったりもするので、パウロメインとかダイオードンとか使っていただいて、少し小回り効くタイプのものの方がヘイト管理がしやすいかと思います。ブロントとか連れてくればノックバックも受けないので、そのまま放置でもおそらく大丈夫だと思うんですが、ちょっとブロントを拠点から離れている場所だとブロントの移動とかが難しくなってくると思うので、パイロメインとか使いつつやっていただければと思います。たまに炎吸収使って回復しながらですね。あまりダメージ与えれないので、ゲージ貯めてからっていうよりは、一回与えて回復ぐらいのタイミングでいいかなと思います。あまり攻撃しすぎると倒してしまうといけない。そこはちょっと何回も試してるわけではないので、具合をまた検証していただければと思います。距離感なんですが、これぐらい柱の方ではなく扉側にまっすぐ向くように、普通に歩いてノックバックを近づいていくようなぐらいでちょうどいい距離感になるので、パイロメインの顔をちょうどピラトの顔のあたりまで、この距離感を保っていただくと継続的に吸血攻撃してくれますので、これでほぼ問題なく途切れずやっていただけるかと思います。カクテルのタイマー切れだけご注意いただいてやっていただければ、間途切れることなく吸血してもらうことが可能です。たまにどっか向いてしまう場合あると思うんですが、特にカクテル飲んでる時とか、そこもこの顔の方を無理やり寄りに行かずにこの位置を維持してくれば、横向いたとしてもこっちに回転して攻撃してくれますので、この位置を常にキープしていただければ、ゲージを落とさずにゲームしていただくことができますので、ぜひご活用いただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、2024年版汎用ヒトマストラップのご紹介でした。現状の ASA 生物としては34種となっておりますが、今後のアベレーションなどでもご活用いただけるものになっているかと思います。結構手軽に使えますし、後ろにいるようにケラトサウルスも手軽に捕まえれるものになっております。そのまま距離感さえ保っていただければ、間空けることなくテイムに利用することもできますので、ぜひご活用いただければと思います。おそらく AI 関係に関しては落ち着いていると思うので、あまり問題ないとは思うんですが、もしかすると今後さらに AI が賢くなって誘導がうまくできなくなる可能性もゼロではないので、ご認識だけお願いいたします。また今回は汎用性を重視しているので、基本的に同じ作りでできるように考えられてます。
各生物ごとに少しカスタマイズすることで、さらに使いやすくなる場合はありますので、ぜひ一度ですね、やりにくいなって思った方は、カスタマイズも試してみると面白いかと思います。ちなみにパイロメインは柱の位置を手前にすると入れないのでご注意ください。基本的には以前ご紹介した万能簡易トラップで捉えることもできますので、ケラトサウルスは特殊テイム的にこっちの方がやりやすいんですけども、それ以外に関しては万能トラップの方がやりやすいかと思います。ただ万能トラップに関してはセラードア台を2枚使うので、結構最初の資材を貯めるのが少し時間がかかってしまいます。それまでのつなぎとして活用できるイメージで作っておりますので、ぜひご活用いただければと思います。これを使うことによってかなりスタートダッシュしやすいと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。